今回の動画では近日中の開催が予定されているイベント、オムニバスストーリー、レッドパイン、バイナスシルベストリスのイベント内容や、同時期に実装される可能性のあるオペレーター及び専用コーデなどを紹介していきます。レッドパインは複数の登場人物を中心とした別々のストーリーが語られる、オムニバス形式のイベントとなっており、イベント名からもわかる通り、カジミエーシュ騎士競技の観戦者騎士団、レッドパイン騎士団を中心としたストーリーとなっています。今回のイベントの時間軸は、レッドパイン騎士団の設立から第24回カジミエーシュメジャーの開催前、つまりマリアニアールから次の大型イベントであるニアーライトの前となり、レッドパイン騎士団視点からのニアーライトの前日談とも言えるようなストーリーが展開されます。カジミエーシュでも差別の対象である感染者、一方で、法ではその存在が認められているという矛盾した存在の感染者騎士、そのような矛盾がどのような結果を招くかは想像に難くないでしょう。すなわち、感染者騎士は人の形をした慣習の玩具であり、商業連合会からすれば金を稼ぐ消耗品、そして都合が悪くなれば責任をすべて押し付けられる、スケープゴートというわけです。どの立場から見ても劣勢の感染者騎士団の騎士たちがカジミエーシュ競技に何を思い、何を感じているのか、そしてカジミエーシュメジャーでどのような行動をするのか、その一端が語られることとなります。ドクターはイベント期間中、レッドパイン投票権と呼ばれるポイントを、イベントステージや通常ステージといった強襲や殲滅、基地を除く理性を消費するステージにて入手し、ストーリーを解放することができる素材、事象のかけらや素材などを入手することが目的となります。イベントステージは初回クリアであれば初回クリア報酬として、通常よりも多くのポイントと純正原石1個を入手することができるので、可能な限りクリアしておきましょう。今回のイベントでのポイント入手効率は、これまでのオムニバスストーリーと変わらず、理性1に対してポイント1、すべての報酬を交換するのに必要なポイントは2025となり、そのうちの540は、イベントステージの初回クリアで入手することができるので、自力で集める必要があるポイントは1485、つまり1485理性消費すれば、全報酬と交換することができます。完全無課金でも1週間で1880理性は獲得できるので、イベント期間中、ログインしなかったり、殲滅などを集中して周回するといったことさえしなければ、基本的には全報酬を交換することができるでしょう。イベントステージの数は通常が6、強襲が6の全12ステージとなり、オムニバスとしてもやや小規模なイベント。強襲はこれまでと同じく、初回クリア報酬以外は入手できるものもないので、クリアは1回だけでいいですが、BS6 の中級異鉄は通常ステージの理性効率が他の素材と比べると統計サイトによればかなり悪めとなっているので、最高効率ではないものの相対的に効率が良いステージとなっています。BS5 の阻止結晶は通常ステージよりも理性効率は通常より少しだけ良く、時間効率はいいものとなっていますが、ニアーライトで高い理性効率で入手することができるので、イベントステージを周回するのであれば BS6 でいいでしょう。今回のイベントの報酬形式は他のオムニバスストーリーやサイドストーリーと同じ、イベント期間中に集めたポイントを一定数交換してアイテムを取得する形式となります。報酬はイベントストーリーを開放することができる事象のかけらや他社専用コーデ、イベント家具、各種育成素材となっており、交換できるアイテムなどに大きな変更はありません。勲章の入手条件はこれまでのオムニバスストーリーと同じく、オムニバスストーリーの全開放とイベントで配布されるコーデの入手のみ、アークナイツをプレイさえしていれば誰でも入手することができるものとなっています。ですので、勲章のために何かを準備したり、特定の行動をしたりといった必要はありません。レッドパインの同時期には、ファートゥースとアッシュロックの2人が実装されるものと思われます。
今回は配布オペレーターはおらず、すべてスカウトでのみ入手が可能です。なお、今回のイベントスカウトはスタンダードスカウトとなっているので、イベントスカウト終了後も今回紹介するオペレーターはスカウトにて入手することができます。それでは重装オペレーターアッシュロックから紹介していきます。レッドパイン騎士団アッシュロックことグレイナティです。ロドスに受け入れていただきありがとうございます。アッシュロックはマリアニアールでも会合騎士という名前で登場した人物で、レッドパイン騎士団の中核の一人であり、塩引騎士ことフレイムテールとよく行動を共にしています。素早い移動を得意とするザラックでありながら、それを犠牲にした巨大な家宝と盾を持ち、小柄ながらも大火力と高い防御力で相手を制圧することを得意としています。騎士競技中は常に冷静、相手の挑発に乗ることは一切せず、むしろ相手を無言の圧力で挑発するということもしばしば。競技騎士の中では珍しく、スポンサー獲得に必死ということもないため、派手なアピールをしないことから、そういった態度がかえってファンたちを釘付けにしているようです。一方で相手が身内となると、クールな態度とは打って変わって、割とズバズバと言いたいことを言うので、いつの間にか話し合いがヒートアップすることもしばしば。特に突撃戦法を最も好む同じレッドパイン騎士団のワイルドメインとは、ファートゥースにうるさいと言われるほどには言い合いをしている様子。とはいえ、その後に仲良く一緒に酒を飲んだりもしているので、仲間を思っての助言がいつの間にか言い合いになっているという感じなようです。砲音が轟き、勝利は目前に。アッシュロックは重装オペレーターの新たなカテゴリーである健常法師と呼ばれるタイプのオペレーターで、自身の前方2マスは攻撃範囲とならず、自身のいるマスとロサの攻撃範囲のように2マス飛び地をして、その先の7マスが攻撃範囲になるという、かなり変わった形の攻撃範囲を持ちます。この攻撃範囲からもわかる通り、近距離の敵の相手よりも遠距離の敵の相手をする方が得意であり、重装オペレーターでありながら、アッシュロックの進化は敵をブロックすることではなく、他の近接オペレーターたちがブロックしている敵を砲撃で支援したり、少し離れた位置で立ち止まっている敵を砲撃することにあります。例えるならば、城に配置されたカノン砲というのがアッシュロックの姿でしょう。そのため、一般的な重装とは異なる運用が求められる一方で、地上配置ができる遠距離オペレーターとも言える性能となっているため、刺さる時にはとことん刺さるオペレーターであり、ハマった時には非常に満足感が得られるオペレーターでもあります。レッドパイン騎士団所属、エンガ・ユスティナ。私のことはファートゥースって呼んで。ロドスのことも、君のことも噂に聞いてるよ、ドクター。ファートゥースはマリアニアールではマリアとタッグを組む予定だったものの、劇中でも報道されたニュースからもわかる通り、妨害が行われ、その後はとある形でレッドパイン騎士団に加入、レッドパインの中核的人物の一人となりました。性格は、独立騎士としての期間が長かったことから物静かで、口数が少ないため冷たくも感じますが、実際のところは柔軟な態度を示しており、柔らかな物腰の人物でもあります。ただ、独立騎士としての期間が長かったことが影響して、結論から先に行ってしまうという口癖があり、相手からすればいきなり肯定されたり、否定されたりすることになるため、戸惑わせてしまうこともあるとのこと。その後にその雰囲気を察して、ファートゥースは補足的な形で説明をするので、結果として特徴的な口調になっているということのようです。一方で、主火力役からサポート役までのあらゆる役目をこなすことができるので、チームプレーを非常に得意としており、ゾフィアがマリアの相方としてファートゥースを選んだのは間違いではなかったと言えます。私は欲しいものも、持ってるものもほんの少しだけ。だから、私がここに立っている限り、もう誰にも何一つ奪わせない。ファートゥースはアンブリエルやファイヤーウォッチと同じ戦術車種型の狙撃オペレーターで、スキルによって攻撃範囲が大きく変化するというかなり癖のある狙撃オペレーターとなっています。スキルには味方がブロックしている敵であれば、どの位置からでも狙撃できるアンブリエルのスキル2のような効果。スキル3はシュバルツのスキル3の直線無限射程のような攻撃範囲となっています。これだけを聞くと、ファートゥースはアンブリエルやシュバルツと役割が被っているのではと感じますが、スキルにはブロックしている敵を優先して狙うということから、遠距離に配置したオペレーターのサポートを得意とし、スキル3はスキルやモジュール効果の関係上、通常攻撃範囲のさらに外、つまりシュバルツの射程よりもさらに先、前方5マス目以降の敵を狙う際にその進化を発揮します。そのため、超遠距離の攻撃を得意とするのがファートゥースというわけです。
そういった性質上、アッシュロックと同じく癖が強いオペレーターであることに変わりはありませんが、こちらも刺さる時には刺さるオペレーターなので、戦術を増やしたいのであれば入手することをお勧めします。続いて、同時期に実装される専用コーデを紹介。また、同時期にはクルース、ナイチンゲール、バルファリン、クラニの専用コーデも復刻されるものと思われます。ナイチンゲールたちの専用コーデは大陸版と同じであれば、騎兵と狩人復刻時に復刻予定だったのですが、日本版では大きく順序を変えて、騎兵と狩人が復刻してしまったので、スキップされてしまい、実に2年ぶりの復刻となります。記録復元の対象イベントに新たに騎兵と狩人と戦地の逸話が追加されます。騎兵と狩人の記録復元の方法は青くもゆる心と同じとなっているので方法は省略。一方の戦地の逸話、つまりオムニバスの記録復元の方法はサイドストーリーとは異なり、このような画面が情報処理室の特殊行動記録に追加され、該当するオムニバスのストーリーを開放することで各種配布オペレーターや家具などを入手することができます。今回開放される戦地の逸話を例に挙げるのであれば、事象のかけらを用いてストーリーを2つ開放することで遠隔が、3つ開放することで遠隔の手紙、5つ開放することで家具のプレート、7つ開放することで戦地の逸話のアイコンを入手することができます。また、これに合わせてショップに事象のかけらが追加されるので、あまり効率が良いとは言えませんが、オムニバス期間中以外でもストーリーを開放させることが可能となりました。オムニバス期間中以外ですぐにでもストーリーを開放したいときはこちらを使うのもいいでしょう。前回の記録復元の時にはなぜか追加されなかったアンセルの専用コーデも今回のアップデートで追加されます。多分ハイパーグリフが忘れていたんだと思います。先日のアップデートで戦術車種にはすでにモジュールが実装されているので、ファートゥースのモジュールは実装と同時に追加。ファートゥースのモジュール効果は攻撃する対象が遠ければ遠いほどダメージを追加するというものなので、ファートゥースを運用するのであれば、ぜひとも装備させることをお勧めします。新たな家具シリーズ、レッドパイン騎士団の休憩所も追加されるでしょう。
加えて、家具シリーズ、ウィッチハウスが復刻、ピザチェーン店と機密性化学防護室が常設入りするものと思われます。以上が、オムニバスストーリーレッドパインと、同時期に実装されるオペレーターや専用コーデなどの紹介となります。この動画が良ければ、動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。